こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。前回はミラークを倒して、流出の洞窟を途中まで進んだんでしたね。今回は4つの季節の1つ、春のシンフォニーの攻略から始めていきます。ここには花咲くスプリガンというモンスターが出現して、彼らを倒すことによって、奥に進める仕掛けになってます。ある程度進むと、上位種の花咲くスプリガンマトローが出現します。お供のスプリガンと一緒に攻撃されると多少危険なのですが、揺るぎなき力で吹き飛ばした隙にうまく数を減らすことができました。単体なら大した相手ではないので。はい、花咲くスプリガンマトロー撃破です。死体を調べると、ワードン君と春の鍵を持ってるので忘れずに回収します。さらに進んで段差を飛び降りた先に、銅管制御石が見つかります。これを調べることで、春の銅管を無効にできました。あとはそのまま外に出るのではなく、途中にあった鍵のかかった扉を開けに行きます。その奥に進むと、ドワーフの春の要望が落ちてます。銅管を止めるだけでなく、これらの仮面を集めるのも各季節を巡る目的の一つです。あとはどこかにドワーフのドローンがあったはずなんですけど。ありました。ドワーフのドローン杯です。これを使うと1分間プレイヤーの周囲を飛び続けて、スタミナ回復速度上昇と毒耐性を得られます。効果が切れてもインベントリに戻るだけで何度でも使えるので、ファルマー系のダンジョンでは役に立つかもしれませんね。それでは次の季節へと向かいましょう。次に向かうのは、冬のチャイムです。ここでは凍ったドワーフスパイダーや氷の精霊などの冬らしい敵が出現します。途中何度か水中を通らなくてはならない場所があるのですが、サバイバルモードだとこの際ゴリゴリ体温が奪われていきます。なのでサバイバルモードでプレイしてる人は何らかの対策が必須と言えるでしょう。少しわかりにくいのですが、通路の途中でパイプが坂になってて登れる場所があります。この先へ進むと、凍ったドワーフセンチュリオンが出現します。受けるダメージは大きいですが、これは体にローブを着てる影響が大きいので、こいつ自体はそこまで強いということもありません。特に霊気ブレスの間に回復できるので、苦戦することなく倒すことができました。近くにあったレバーを引くと、ドワーフの冬の要望が手に入ります。あとは銅管制御石を調べれば、冬のチャイムでやることは終了です。次に向かうのは秋の鐘です。ここではいくつかの種類の小麦が散在しており、それらを対応する保管庫にしまうことで先に進めるようになります。エリア内は収穫ドワーフセンチュリオンという固有種が徘徊しているのですが、こいつらは尋常じゃなく強いので手を出してはいけません。収穫ドワーフセンチュリオンから逃げ回りつつ小麦を集めると、奥の部屋の扉が開いて、銅管制御石と馬の頭が落ちてます。これは入り口に落ちてたドワーフの馬のパーツで、他のパーツも全てこのエリアに落ちてるので、忘れずに回収します。脇の小部屋に入ると、ドワーフの秋の要望が落ちてるので、これを回収したら秋の鐘でやることは終了です。それでは最後の季節、夏のコードへ入ります。ここではスパイダーの制御棒を使って、ドワーフスパイダーを誘導して仕掛けを解いていきます。ほぼ死に要素だったスパイダーの制御棒を活用するのは面白いアイデアですが、正直ちょっと面倒くさいです。古代ノルド遺跡並みのガバガバセキュリティの方が、繰り返しプレイするのには向いているのかもしれませんね。ここに出るのは炎の精霊や、ドワーフセンチュリオンといった通常のモンスターのみです。敵自体は大したことないのですが、溶岩に落ちるのだけは絶対に避けてください。魔法耐性や回復力が高いので即死こそしませんが、登る手段がないのでじっくりコトコト煮込まれてしまいます。他の季節と違ってここには銅管制御石がないので、ドワーフスパイダーを所定の位置まで誘導すれば、銅管を無効化できます。ここには他にユニークアイテムなどはないので、銅管の無効化以外にやることはありません。これで4つの銅管を全て無効化したので、階段が降りて先に進めるようになります。扉の向こうで待っていたのは、スカイオーケストレーターという巨大なドワーフスパイダーでした。なかなか素早い攻撃を繰り出してきますが、一発一発は大したことないので、現在のリジネちゃんなら十分回復が間に合います。ある程度体力を削ると、激怒したスプリガンが戦闘に参加してきます。いくら激怒していようが今更スプリガンに苦戦するはずもありません。途中から参加してくる激怒したスプリガンは舐めてかかると危険な相手なので、ヒストスキンは惜しみなく使うべきです。
幸い体力は高くないので、キストスキンが切れる前に倒すのは容易です。スカイオーケストレーターだけになれば負ける要素はありません。途中何度かマント魔法をまとってきますが、この手の継続ダメージでリジェネちゃんにダメージを与えることは不可能です。体力だけは高いので時間はかかりましたが、はい、スカイオーケストレーター撃破です。残骸を調べると、季節の結界が手に入ります。4つの属性耐性が上がるユニークな付呪がついてますが、要は魔法耐性 10% と大して変わりません。見た目も防御力も普通のドワーフの鎧と同じですし、これは倉庫の肥やしまっしぐらですね。スカイオーケストレーターを倒した報酬はもう一つあって、それがこれ、季節の変更です。これを読むと、季節の変更の永続ボーナスが手に入ります。要は天候に応じて様々なボーナスを得られるのですが、天候を自由に選べるわけでもないのでこれもしょうもない報酬です。最新部にはしょうもない報酬しかありませんでしたが、ここからが忘れられた季節の本領です。まずはドワーフの馬にパーツをはめ込むと、ドワーフの馬が手に入ります。この馬は無敵という性質を持っていて、どんなに高いところから落ちてもダメージを受けることがありません。またスタミナも減らないので、永遠にダッシュし続けることができます。移動手段としては最強の馬なので、長大なダンジョンにふさわしい報酬ですね。ただしこのビルドにおいて重要なのはもう一つの報酬です。鍛冶屋から皮紐を2つ買ってから、鋳造器具を調べると、ドワーフの王冠と季節の仮面を組み合わせた装備が作れるようになってます。今回作成するのは、ドワーフの春の王冠です。これは頭装備でありながら、体力と体力回復速度が上昇する非常に珍しい装備です。重装スキルも上昇するので、多少防御力を上げることもできます。性能だけ見れば今回のビルドにぴったりだと言えます。まあ、性能だけ見ればの話ですが。ちなみに皮紐さえあれば別の王冠に変更できるので、一度作ったら取り返しがつかないということはありません。これで必要なユニーク装備は全て揃えたので、現在の戦力でどこまでカースターグに通用するか確かめてみます。というわけでソルスセイム東北端の氷河の洞窟までやってきました。ここでカースターグの頭蓋骨を手に入れたら、次はカースターグ城の洞窟に入ります。ここでは多数のリークリングが出現しますが、どいつもこいつもエクストラダメージを持っていて、かなりのダメージを受けてしまいます。しかしリジェネちゃんの回復力もだいぶ極まっているので、程よい歯ごたえを感じられるちょうどいいくらいの難易度でした。ただし中庭に出現する非常タイプのリークリングは、さすがに攻撃力が高すぎます。ですがこいつは正面にしか攻撃できないので、ぐるぐる回りながら攻撃することで、比較的安全に倒すことができます。まるでアクションゲームみたいですね。それではカースターグの玉座に頭蓋骨をセットして、カースターグと戦ってみましょう。一応ヒストスキンを発動しておきます。一撃で死にさえしなければ回復が間に合うと思うので。やっぱり耐えられませんよね。ちなみに受けたダメージは743でした。現在の体力が547なので全然足りてません。しかもさっきのは通常攻撃だったので、パワーアタックならさらに大ダメージを受けることになります。問題は攻撃力の高さだけではありません。現在コンソールコマンドで無敵モードにして殴っているのですが、カースターグの体力が全く減っていません。こいつも自動回復能力を持っているのですが、リジェネちゃんの攻撃力ではそれを上回ることができないということですね。勝つためには全てが足りないということが判明したので、まだまだリジェネちゃん強化の旅は続きます。というわけでやってきたのはソリチュードのファルクファイアビアードの元です。彼からウルフスカル洞窟の話を聞いて、狼およびし者のクエストを開始します。ソリチュード西のウルフスカル洞窟で、狩猟術師の企みを阻止するクエストです。低ランクの敵がほとんどですが、1体だけドランブルデスロードが紛れてました。高ランクなだけあってさすがに攻撃が痛いです。ただパワーアタックによるよろめきやシャウトのモーション中に回復できるので1対1なら対処は可能です。最新部には疑似騎士が待ち受けてますが、こいつはただの雑魚なのでサクッと始末してファルクに報告すれば狼およびし者クリアです。続きのクエストを始めるにはレベルを上げる必要があるので、レベル上げも兼ねて別のクエストをプレイしに行きます。
というわけでリフテン港にやってきて、皆そこからのものに話しかけると、計り知れない深みのクエストが始まります。渡された辞典をアバンチンゼルへ収めに行くクエストです。中にはドワーフスパイダーガーディアンなどの高ランクな敵が出現します。と言っても今の戦力ならやられる心配はありません。そしてドワーフスパイダーとの戦闘中に、レベルが上がりました。早速ステータスを振り分けます。これで狼及びし者のクエストの続きが発生します。とはいえまずは計り知れない深みを終わらせましょう。最深部で待っていたのは、ドワーフセンチュリオンマスターでした。さすが最上位のドワーフセンチュリオンなだけあって、攻撃力が尋常じゃなく高いです。連続で攻撃を受けると危険なので、距離を取ったり、シャウトでひるませたりして回復の時間を稼ぎます。かなりの強敵でしたが、立ち回りに気をつければなんとかなる相手でした。あとは辞典保管庫に辞典をセットすればクエストは終了ですが、その前に現在の防御力を見てみます。はい、現在の防御力は184です。それでは辞典をセットします。すると古の知識のボーナスが手に入ります。ドワーフの鎧を着用中は辞典から得る知識に 25% のボーナスを得ると書いてありますが、これはドワーフ製の防具の防御力が 25% 上昇するという効果にしたかったのでしょうが、実際にはドワーフ製以外の防具の防御力だけが 25% 上昇します。なので頭にかぶってるドワーフの春の王冠の防御力はそのままですが、コテとブーツの防御力だけが上がってます。全体として防御力は213まで上がりました。わずかな上昇ではありますが、体の防御力が0な以上、わずかな上昇を積み重ねていくしかありません。狼及びし者クリア後レベルアップすると、ファルクから手紙が送られてきます。これを読んでから、ファルクの話を聞きに行くと、狼の女王の目覚めのクエストが開始されます。聖堂から地下墓地へ侵入して、ドラウグルや吸血鬼を倒しながら奥へ進むことになります。最王までたどり着くと、大量のドラウグルと戦闘になります。ほとんどは雑魚ばかりなのですが、中に混ざってるドラウグルデスロードが非常に厄介です。まずは雑魚を減らして、シャウトを使って時間を稼いだりもしたのですが、さすがに両手武器タイプのドラウグルデスロードは攻撃力が高すぎました。これはもうどうしようもないと判断してヒストスキンを発動、回復力を強化してるうちに倒しきります。はい、これであとはポテマを倒すだけです。ポテマ本人は全然大したことないので、サクッと倒して、ポテマの頭蓋骨を拾ったら、ファルクに報告して、はい、狼の女王の目覚めクリアです。AE ではこのクエストクリア後配達人から手紙が送られてきて、さらなるクエストへと続いていきます。といったところで今回はここまでです。良ければ高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。